のと南伊豆には温泉地がいくつかある。弓ヶ浜の近くに菜の花畑、朝日に照らされて綺麗ですね。なんと妻が急に発熱。後ろで寝ていますがコロナではない模様。一人で南伊豆を回ることになってしまいました。南伊豆には温泉地がいくつかあるようです。南伊豆の中心的な温泉地、下鴨温泉。弓ヶ浜温泉は海の近くならではの優しい塩化物泉が特徴。しかし日帰り入浴はなく、私が好きなひなびた感じではありませんでした。とりあえず国道136号を西へ行ってみると銀の湯会館がありました。開店前です。ここは日帰り施設で観光客も入浴可能。塩化物を主体としたしっかりとした成分量。ナトリウムとカルシウムがバランスよく溶け込み、体を包み込むような保温力を生み出すそうです。さらに西へ移動。弓ヶ浜付近とは違い、断崖絶壁の景色が広がる道へ。小さな山を越えたところにこじんまりとした温泉を見つけました。雲見温泉と書いてあります。駿河湾に面した小さな温泉地。海越しに富士山を望む絶景は西伊豆屈指のロケーション。大規模な温泉街ではなく、漁村に溶け込むように宿が点在。どこか素朴で静かな時間が流れています。以前は雲見海岸に無料の露天風呂があったそうですが、現在は閉鎖されているようです。渚の足湯というのがあるそうです。露天風呂が足湯に変更になったのか、別なものなのか。民宿が集まった温泉なので日帰りはないと思いましたが、後で調べてみると、漁師の宿太郎、温泉民宿高宮というところは日帰りやってたようです。失敗しました。さらに136号線を進むと石舞漁港に露天風呂の表示がありました。表示に従い漁港の奥に進んでいくと、潮の香りに包まれた静かな入り江にひっそりと佇む露天風呂。お湯が入ってませんね。暖かい時期にはこのように湯が張られているようですが、閉鎖と記されている資料もあり不明確です。脱衣所がちゃんとあるね。入浴は水着着用。例年春から秋にかけての期間限定で開放され、期間中は駐車場が有料となります。温泉が湧き出てますね。やはり暖かくなれば入れそうですね。楽しみです。さらに北に進んでいきます。ダジュール岩地無料露天風呂って何でしょうか。国道136号を左折して海岸に下っていきます。海水浴場に出ましたが、温泉らしきものは見当たりませんね。温泉って感じじゃないな。近隣の方に聞くと、夏になるとここに温泉が出現するようです。なんとこの船に源泉かけ流しのお湯が。
無料で水着着用、毎年開催されているようではありませんので、確認してからお出かけがいいと思います。松崎町から県道115号を東へ、今度はちゃんとお湯に浸かれる場所に行きます。左方向です。向かったのは大沢荘山の家、300年の歴史を持つ源泉が湧く大沢温泉の湯治宿です。中川沿いに進んでいくと左側に駐車場、温泉は少し戻って川を渡ったところにあります。駐車場にある建物は受付ではありませんでした。歩いていくと少しずつ宿に通じる橋が見えてきました。こういうとこだ。中川に架かる木造の橋を渡ると、そこは時が止まったかのような風景。はい、600円でございます。どこか山小屋のような、少し雑然としていながらも不思議と落ち着く空間です。浴場はその名の通り開放感あふれる露天風呂。男女別に分かれてはいるものの、仕切りの下がつながり、かつての混浴の名残を感じさせます。湯船に身を沈めていると、足元からゴボゴボと音を立てて源泉が直接湧き上がる感覚。You came here as a vacation. Like Like, the Iwate, Aomori. Yeah. I came from there. 泉質はカルシウムナトリウム硫酸塩温泉。源泉温度は約 46.7 度、pH8.4 の弱アルカリ性。いいところでした。外人さんとも会えました。このロケーションでお湯に浸かれるのがとっても気持ちよかった。素泊まりもできるようです。下田に戻ってきました。まだ時間が早いので、伊豆の歴史を学ぶためにここにやってきました。ここは日本とアメリカの交流の礎を築いた人物、タウンゼント・ハリスの足跡を伝える場所。館内には当時の外交の様子を伝える資料や、ハリスの人となりを感じさせる展示が並びます。異国の地で日本と向き合い続けた彼の苦悩や信念は、時代を超えて訪れる人の心に響きます。物語風に経緯と背景などを説明したパネルが分かりやすく、とっても勉強になりました。小さな記念館ながら、日本の近代史の転換点を静かに物語る場所、一度訪問してみてはいかがでしょうか。昨日のうちにお刺身を頼んでおきました。人数と予算を伝えると、それに応じて作ってくれます。念願の伊豆の地魚が味わえます。人当たりも良くてアットホームな雰囲気、魚の種類も丁寧に教えてくれました。
そして今日も弓ヶ浜に車中泊。静かで綺麗で最高の場所でした。熱のある妻もむくむく起き出して刺身をいただきます。熱も下がってきたようです。なんかちょっと分かんなくてあ、金目鯛でしょ、バチマグロ、イカ、あとなんかメバルなんだっけな魚なので白ワイン。乾杯シコシコ。金目鯛とホウボウが特に美味しかった。これで3000円。スーパーで購入するよりずっといいですね。この日は早く就寝して体力の回復に努めました。良いね。弓ヶ浜から西の方向、大浜冬至海水浴場に向かいます。特に大浜は昔よく来た海水浴場です。真っ白な砂浜と目にしみる青い海が印象的でした。その隣の冬至海水浴場にはサンドスキー場、その近くに目指す竜宮窟があります。いわゆるインスタ映えする景色がありますが、今日は天候が悪く期待できないと思います。ここを降りてきます。冬至海水浴場、ここも夏には海水浴客で賑わう場所ですね。竜宮窟は浜を向いて後ろ側。波の浸食によって長い年月をかけて生まれた自然が作り出した洞窟。天井が崩れ落ちることでできた大きな天窓からは柔らかな光が差し込み、洞窟の中を幻想的に照らし出します。悠久の時が刻んだ伊豆の神秘竜宮窟。雨の日も結構行きました。南伊豆を離れて北上を開始します。国道414号を北上していきます。湯賀野温泉に入りました。河津川の流れに寄り添うように広がる温泉地。文豪川端康成が滞在し、名作伊豆の踊り子を執筆した土地としても有名です。およそ130年、明治の頃より湯治宿として多くの人々を癒してきた福田屋さん。川端康成の代表作伊豆の踊り子ゆかりの宿。川端が実際に滞在した部屋も今もなお大切に残されています。宿へと続く小道を歩いていると、どこか懐かしい風景が目の前に現れます。派手な看板もなく、自然と街並みに溶け込むように佇む建物。その佇まいからすでにこの宿の歴史と落ち着きが伝わってきます。やがて見えてくる福田屋の玄関。長い年月を感じさせる木の質感と静かな空気。ここから時を遡るような滞在が始まります。す
すいません。こちら初めてですね。初めてです。名物のかや風呂は宿の歴史を象徴する存在。すごい。浴室のタイルや石は創業当時のまま使われ、レトロで重厚な雰囲気を今に残しています。かつて使われていた茅の浴槽は実に120年もの間使用され、現在の浴槽へと受け継がれてきました。その耐久性と守り続けてきた歴史の重みには驚かされます。お湯はさらりと優しく、それでいて芯から温まる感覚、ほのかに塩分を含み、体にじんわりと効いてくる温泉です。気持ちよさに任せて長湯すると後からしっかりと効いてくる、そんな力強さも秘めています。素敵だな。館内には当時の湯治宿の面影が今も色濃く残され、一部には創業当時の建物も現存。歴史をそのままに感じられる貴重な空間となっています。すごくかっこいいな、ここ。河津浜海水浴場に出て北上を続けます。1km につなりです。南伊豆や中伊豆には寄りたい場所がまだまだありましたが、鎌倉の恩師を訪問するスケジュールが迫ってきていますので、今回はパス。まだまだありそうですが、今回は訪問せずに北上を開始します。伊豆は昔からよくドライブに来ていた場所でしたが、まだ知らないいい場所がたくさんあるようです。冬の伊豆も良かったですが、やはり太陽がさんさんと降り注ぐ夏の伊豆にまた戻ってきたいですね。おすすめの場所があったらぜひ教えてください。次回からは西伊豆を北上していきます。